東京町探検です。今回の探検は目黒です。目黒川の谷に向かう急な坂道と歴史ある寺社が集まっている地域です。その1回目は目黒不動への道。どうぞご覧ください。スタートは目黒駅西口です。バス通りを渡り、並行するやや細めの道に向かいます。もともと風の強い日でしたが、タワーマンションの横の道は台風並みの風でした。ここから下り坂になります。目黒川の谷に下っていく坂で、前方に低い柳が見られます。この坂は行人坂。江戸時代初期、出羽の国湯殿山の修験僧行人がこの辺りに修験道の道場を開き、次第に多くの行人が集まり住むようになったことから行人坂と呼ばれたそうです。目黒不動にお参りする道でもあり、大いに賑わったそうです。この辺りの目黒川東斜面は崖のように急で、この坂もかなりの勾配です。石垣が尽きたところに静止菩薩像があります。台座には彩雲という僧が目黒川に橋を架けたいきさつが刻まれています。彩雲については後ほどまたお話しします。そして左手に大円寺。先ほどお話しした修験道の道場を起源とするお寺です。ここは江戸城の南東にあり、裏鬼門にあたります。本堂にはご本尊の十一面観音のほか、裏鬼門鎮護のための三面大黒天が祀られています。この大黒天は山手七福神の一つです。この奥の釈迦堂には重要文化財の釈迦如来がいらっしゃいます。体内には紙などで作られた五臓六腑が収められているそうです。元は鎌倉幕府の執権であった北条家の念持物でした。今も鎌倉に釈迦堂という地名がありますが、その釈迦堂に収められていたそうです。体内の札には、江戸時代前期には鎌倉の杉本寺にあったことが書かれていますが、なぜ大円寺に安置されているのかはわからないそうで、不思議な話です。江戸時代後期の明和9年、ここ大円寺から火が出て、江戸中に広がる大火災になってしまいました。目黒行人坂火事、あるいは明和の大火と呼ばれ、江戸三大大火の一つに数えられています。この五百羅漢は、その犠牲者の供養のために作られたものです。火災の原因は放火でしたが、大円寺はその後70年以上再建を許されませんでした。大円寺にはこれとは別の火事にまつわる逸話があります。本郷駒込町に住む八百屋の娘お七は、火事のため近くの寺で避難生活を送りました。その時、寺小姓の吉座と恋仲になりました。避難生活を終えて自宅に戻ると、恋しさが募り、再び火事が起きれば吉座に会えるだろうと考え、自宅に火をつけました。当時放火は大罪。16歳のお七は火あぶりの刑に処せられました。
吉座は僧になり、彩雲と名を改めました。そしてお七の菩提を弔うために1万日の念仏行を行いました。その間に集まった錠剤で行人坂を石畳に改修し、目黒川に橋を架けたそうです。門前にあった弥勒菩薩に刻まれていたのはこの話です。ここ阿弥陀堂には彩雲上人像とお七地蔵も祀られています。この板碑には念仏行を行っている彩雲上人の姿が刻まれています。彩雲が架けた橋に使われていた石材が保存されています。大円寺を出て行人坂を下っていきます。彩雲が住んでいたのは隣にあった明王院です。明治時代に廃寺となり、現在はホテル雅叙園になっています。彩雲が念仏行に出かける前に、お七の菩提を念じながら水ごりを取ったと言われる井戸がホテルを入ったところに残されています。それがこちらです。雅叙園に沿って行人坂をさらに下っていきます。勾配は随分緩やかになりました。左手に大きな椎の木が立っており、その先に目黒川に架かる橋があります。この橋が彩雲が架けたと言われている太鼓橋です。名前の通りアーチ型の石橋でした。当時は大変珍しかったそうです。そのため橋の形を表す太鼓橋がこの橋の名前になり、平らな橋に架け替えられた後も太鼓橋と呼ばれています。太鼓橋と C の大木は歌川広重の名所江戸百景目黒太鼓橋夕日の丘に描かれています。なお雅叙園の説明版には、木喰上人が太鼓橋を作り始め、八丁堀の商人たちが完成させたと書いてあります。諸説ありということでしょう。目黒川を渡り目黒不動に向かいます。すると素敵なお店が、さまざまな放浪看板と列車の行き先表が隙間なく飾られています。しもめと書かれた看板と支度中の札もかけてありますが、これが店の名前なのでしょうか、それともこれもまた装飾なのでしょうか。軒先のテントには別の名前が書かれています。街灯の柱に目黒不動尊参道入り口と書いてあります。この道を進んでいきましょう。商店街が建てている街灯のようですが、この辺りはまだ商店は多くありません。やがて竹間垣風の塀が見えてきます。こちらが成就院さんです。本堂にかけられた大きな額に目を引く絵が描かれています。ありがたや福を吸い寄せるたこ薬師、ご本尊薬師如来はたこ薬師として知られています。隣にある門からお邪魔します。こちらのご本尊薬師如来は蓮華座に座っていらっしゃいますが、その蓮華座を3匹のタコが支えているという大変珍しい仏像だそうです。御開帳は年に1日だけという秘仏ですが、
お寺のホームページで絵を見ることができます。本堂横の石仏は二代将軍秀忠の側室おしずの方が奉納したものです。右の3体は観音菩薩で、将軍の子を授かることを願って奉納しました。願いが叶って男子が生まれると、つつがない生育を祈り、左の3体の地蔵菩薩を奉納しました。この子は信州高遠藩星名家の養子となり、後に星名正幸と名乗ります。年が過ぎ、3代将軍家光が目黒に鷹狩りに訪れた際、この寺の和尚から腹違いの弟正幸の存在を初めて聞きます。やがて正幸は高遠城主に任じられました。大願かなったおしずの方は中央の阿弥陀如来を奉納しました。有能実直な正幸は家光に重用されました。会津藩松平家の祖となり、さらに4代将軍家綱を支えました。江戸時代を通じて指折りの名君として知られています。常住院のあたりから商店街も賑やかになってきます。まもなく左手に安養院の参道があります。両側に多くの石仏が置かれています。大きな狛犬で少しユーモラスな顔をしています。門をくぐると左右に墓地が続き、本堂はさらに先です。間口に比べて奥行きが大変深いお寺さんです。樹木が多く若葉がきれいです。これまで見たことのない銅像があり、何だろうと思ったら、歌手の八代亜紀さんの銅像でした。昨年末に建てられたばかりのようです。目黒不動の参道をさらに進むと、ありました。懐かしいこの遊具。黄色い新幹線は珍しく、設備点検車両のドクターイエローかもしれません。実は当チャンネルのアイコン写真はこの遊具なんです。まだ残っていて嬉しかったです。もう一台の遊具はポリ袋で覆われていました。今回の動画はここ目黒不動の参道で区切ります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はこの角を曲がり、いよいよ目黒不動に入ります。次の動画もぜひご覧ください。